Welcome to episode 6 of No One Says That But Okay. このシリーズでは日本語と英語で異なる意味を持つ語句を紹介していきます。前回のエピソードから1年以上が経過してしまいましたが、エピソード5では SNS について解説しました。今日のエピソードではフォローについて説明します。まず冒頭に断っておかなければならないことが1点あります。このシリーズでは紹介する語句が日本語ではどのように使われているのか、Twitter での使用例を通して紹介するのが慣例となりつつあったのですが、Twitter の性質上、フォローという単語の用法が著しく限定的であることが判明したため、今回は私が制作した例文を用いることにします。ちなみに Twitter で見受けられた唯一の用法は Twitter でアカウントをフォローする行為を指すものでした。さらに検索結果に表示されたツイートの大多数が自身のアカウントへのフォローを要請するものであり、加えてそのうちの多くが教育上不適切なアカウントから発信されたものでした。よってこの用法の使用例は省略します。ではまず英語の follow はどのくらいよく使われているのでしょうか。そこで英単語としての follow の使用頻度を2つのコーパスで調べてみました。まず 5.6 億語以上を収録した The Corpus of Contemporary American English では約5万1000回、そして約1億語を収録した The British National Corpus では約1万回登場しています。次に英語の follow はどんな意味を持っているのでしょうか。さらっとおさらいしておきましょう。根本的な定義は時間や位置、順番において何かの後ろに来るというものです。この他にも追いかける、指示する、従う、真似する、理解するなど様々な意味で使われます。それぞれの意味の例文を一つずつ見てみましょう。A staff meeting follows the evacuation drill. スタッフのミーティングが避難訓練の後にある。Zach followed her into the house. ザックは彼女を追ってその家に入った。Only a handful of people followed the new leader. たった数人しか新しいリーダーを支持しなかった。You should follow her advice. 彼女のアドバイスに従うべきだ。Many teenagers find it important to follow the latest trends. 10代の多くが最新の流行を真似るまたは追いかけることが大切だと思っている。I don't follow. Can you explain that again? よくわからない。もう一回説明してくれる？英単語としての follow の意味と用法を確認したところで、さて日本語のフォローの意味や用法と比較していきましょう。まず普段日本人の生徒に英語を教える際に英語の follow の意味を確認すると大抵は助けるや援助すると答えます。ネットの辞書で調べてみると足りないところや仕損じたところを後から補うことという定義が一番上に載っています。例文を見てみましょう。困っていたところを先輩がフォローしてくれた。この例文を英語に訳す場合、followed me と言ってしまうと、先輩が私の後を追ってきたことになるので、helped me または assisted me と言うと意図が正しく伝わります。討論会で相手が感情的になって私に暴言を吐き始めたとき、司会者がフォローに回ってくれた。この例文では、フォローに回るというフレーズが使われています。擁護してくれたという意味で解釈すると、英語では defended me, had my back, came to my aid, backed me up のように言えます。あるいは問題行動に対処してくれたという解釈ならば dealt with a problem, handled the situation, resolved the conflict などとも言えるでしょう。この例からフォローには問題に対処するという意味もあることが伺えます。次にフォローには主にビジネスにおいて一段落した後もさらに追い続けたり何かことがあれば処置したりすることという意味もあると先ほどの辞書に書いてあります。例えば、鈴木さん、先月購入された田中様にフォローのお電話をお願いします。この場合のフォローは田中さんが商品を購入してしばらくした後に田中さんが商品に関して何か問題や疑問を抱えていないか、もしくは商品に満足しているかを電話して確認してくれという仕事上の依頼です。なるべく直訳に近づけて訳すと Will you follow up on Mr. Tanaka? または Will you follow up with Mr. Tanaka? のように follow up on または follow up with というフレーズを用いるのが良いでしょう。もしくは自然でわかりやすい表現に言い換えるならば Will you call Mr. Tanaka and see if he is satisfied with the product he purchased last month などとも言うことができます。
つまり follow を使わずとも同じ内容の指示を出すことができるのです。ちなみに日本語でも follow up というフレーズは浸透しつつあるようですが、英語の follow up はビジネスにおいて顧客に対して継続的に手厚い支援を提供することという具体的かつ限定的な意味を持っているわけではなく、単純に以前あった出来事や行為の後に何かが行われることを指す割と高義なフレーズであることに留意しましょう。ちなみに同様の目的で顧客や取引先に送信する電子メールはフォローメールまたはフォローアップメールと呼ばれるようで、ネットで検索するとビジネスでのフォローメールの書き方を教える手引きが複数ヒットします。フォロー電話やフォローメールなどを含めた顧客への支援を継続して行う行為を総称してアフターフォローということもあるようです。今日のエピソードはここまでです。またいつか。